皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回はアルバムについての感想の続きということで、アンシンワールドの前にリリースされたアルバムであるカンカラーについてつぶやかせていただきます。このアルバムは賛否があったようですが、確かにこれまでのアルバムに比べるとミドルテンポの曲が多くて、ゴリゴリのハードロックを期待している方にとっては物足りない部分があるのかもしれません。私的には以前にもつぶやかせていただきましたが、一番最初に入手したアルバムであり、好きな曲トップ10に入るブルーミングが収録されていることもあって、かなり好きなアルバムでもあります。ミドルテンポが多いのは、ハードなものばかりだとお給仕でご主人様お嬢様が倒れてしまうので、少し休憩できるような曲も必要と言っていたように記憶しています。確かに昔のお給仕の映像とか見てると、MC で小鳩さんがご主人様お嬢様の心配をしている場面が結構あったように思います。アコースティックお給仕ができたのもこのアルバムがあったおかげだと言っていましたね。では収録曲についての感想をつぶやいていきたいと思いますが、今回は各曲については本当に簡単につぶやかせていただいて、複数回にならないようにしたいと思っています。まず1曲目はペイジです。音楽ナタリーのインタビューで、今までにない感じの曲というリクエストで民調が作ったとのことで、小鳩さんとサイちゃんがこの曲をアルバムのどの位置に入れるか悩んでいた時に、サイちゃんがあえて1曲目しかないって選んだって言ってましたね。サイちゃん得意の期待を良い意味で裏切ってくるプロデュースってやつですね。でも確かにジャンルは何と言われると、これっていうのがないような曲で、見事にこれまでにない感じかと思います。この曲はお給仕ではワールドドミネーションツアー進化の時くらいしかやってないと思うのですが、オンラインアコースティックお給仕でやってましたよね。どちらもいいのですが、アコースティックの方がめちゃくちゃ良かったと思います。特に最初の OOO のコーラスのところがコーラスグループかと思うぐらいの出来で最高でした。それで何よりもベースラインが強烈に良くって、アコギとベースだけ聴いててもエンドルフィンで出まくる感じの曲です。2曲目がグローリーです。後に出てくるバブルとともにシングルからのアルバム収録という形ですよね。ハイ&シークとスマイルが入ってないので、聞きたい場合はシングル買ってねということかと思いました。で、グローリーですが、この曲はサンバのリズムを取り入れたとのことで、ドラムを筆頭に確かにノリノリな演奏になってますね。アニメの遊戯王ブレインズへの楽曲提供ということで、歌詞もその世界観を出す形になっていると思いますが、皆さん言及されてますように、シングラリティなんて IT 企業で働いていた私でもなかなか使わない単語で、本当に小鳩さんって勉強家だなと思いましたね。あと、小鳩さんがこの曲で初めてチョーキング練習したとも言ってましたね。小鳩さんといえば、曲後半になるにつれてコーラスが熱くなっていくところがいいですね。ちなみに私的には最後のミンチョのギターで3連符で下がっていくリフのところが一番好きです。3番目がリベラルです。この曲はミンチョのリフとサイちゃんのサビでのファルセットが特徴的な曲かと思います。ミンチョってこのリフみたいな高速でのスライド得意ですよね。結構難しいと思うのですが、なかなかいいスピード感みたいなのが出てるように思います。歌詞は英語が多めですが、日本語部分では立脚した普遍性とか、意志と表彰を示し出せ自信とか、相変わらずコバトワールドの全開な感じがします。4曲目がエンドレスストーリーです。これも今となっては皆さんご存知のミンチョが横ありみたいな会場でみんなで歌いたいために作った曲とのことで、今度の横ありでは絶対入れてくる曲ですよね。テンスアニバーサリーツアーではアメリカも含めてほぼ瀬戸りに入ってきてますので、横ありの頃には十分に熟成されて最高の場面になることが今から想像できます。この曲はシンガロング部分は当然なのですが、ギターソロが最後にボーカルにかぶせながら入るところが最高で、最後最高に盛り上がると思います。MV の撮影場所は日本に唯一ある砂漠の大島の裏砂漠とかいうところで、最近聖地巡礼されている方もいましたね。私も行ってみたいです。ちなみにこの曲で私が一番好きなところは、サビ前のウェーって上がっていくフェイクのところです。5曲目がミラージュです。
民調が気分が落ち込んでいた時に作った曲と言っていましたね。ミラージュって蜃気楼ですよね。歌詞とか曲名は後付けだと思うのですが、曲もそういう感じに聞こえてしまうのは錯覚ですかね。サビのメロディーと歌詞は超お気に入りで、メニメニメモリーズビージュってなんか可愛い感じで好きですね。それで最後のサイちゃんのあーっていうのが4小節続くので長いって言ってましたね。今ではインフルエンサーがありますが。6曲目が At the Drop of a Hat です。曲タイトルの意味はためらわずにとかすぐにという慣用句みたいですね。小鳩さんって本当にこういうの好きですよね。英語の母語話者でも知らないかもって感じします。そうでもないのかな。この曲もオンラインアコースティックを球児でやってましたが、これはアコースティックにめっちゃ合いますね。この曲もゆったりした感じですが、ベースもドラムも結構激しいですよね。前回の動画の About Us でも言いましたが、こういうところがバンドメイドらしいと思います。7曲目がワンダーランドです。この曲はサイちゃんの綺麗なファルセットが一番の聴きどころかと思っています。曲の最初のバックのギターをジャーンって鳴らすところがまずよくって、その後ジャジャッジャジャってコード弾きなのに味わい深いリフが好きですね。で、この曲もバックは全然ボーカルメロディーと関係ないことやっていて、サイちゃんよく歌えるなと思える曲の一つです。2サビの必然的な出会いじゃなくてものところの一瞬ドラムがブレイクしたような感じでシンバルをシャンシャンって鳴らした後畳みかけるように続けるところがすごく好きなところです。それで何といってもトゥーディワンダーランドのところが最高の盛り上がりですね。私的にはその後は歌詞付きのアウトロのような感じで余韻に浸る感じで聴いてしまっています。8曲目が Azure です。Azure ってマイクロソフトの Azure しか聞いたことない単語だったのですが、調べてみると紺碧って意味みたいですね。歌詞を見ても青色のパステルってとこくらいしか紺碧っぽいのが出てこないのですが、小鳩さんの感性なかなかですよね。以前ファイファイファイでも同じ感想をつぶやきましたが、A メロ B メロサビの境界が曖昧というか、私的にはちょっと幻想的な感じを受けまして味わい深い曲だと思っています。9曲目がジレンマです。アルバム作成のお疲れ会的なミーティングでアルバム全体を見て曲激しいの入れたいねってなって急遽2週間で作ったって言ってましたね。3日で曲作ってその後歌詞と編曲ってすごいですよね。そんな感じでよくこんないい曲が作れるなと思います。で、ドラムもベースもギターも全て激しいですし、B メロのところはボーカルとベースをユニゾンさせるとか普通なかなかやらないですよね。Now Over Yeah のところはお給仕ではシンガロング対象になっているので、聞かれる場合はぜひ叫びましょう。10曲目がバブルです。MV が映画でやっていたクイーンのボヘミアン・ラプソディのオマージュで、それ知らない人が見たらなんでドラムにシャンパン撒いてるのとか、最後なんで小鳩さんがサングラスかけて振り向くのかとかいろいろわからないですよね。全然関係ないですが、パズルと英語の綴り的に似てるのでたまに打ち間違える時があります。すみません、全然関係ないです。で、曲ですが、イントロは小鳩さんのリズムギターの存在感がバッチリで全体的にキャッチーですね。この曲もベース、ドラム、ギターすべてのリフが聴きどころ満載で、2A でのミンチョの変化させたリフも味わい深いです。この曲では他の曲にも増して変化のつけ方が激しいというかエグいですね。演奏するの大変じゃないかなと思っています。MV では歌の最後にサイちゃんが人差し指を立てるところがめっちゃ好きですね。11曲目がドラゴンクライズです。この曲はトニー・ビスコンティがプロデュースしたということで特別な曲ですが、あいにく業界に詳しくない私はこのトニー・ビスコンティという人を知らなかったんですね。デビッド・ボーイは知ってましたが、日本でいうと全盛期の小室哲哉みたいな感じなんですかね。すみません、違いますよね。で、曲はこれまでの複雑なバンドメイドの曲構成と違って結構ストレートというか重厚なハードロック的な感じで、歌詞は Don't Let Me Down に次いで全編英語歌詞ですね。途中のあーちゃん曰くのスーパーベイドラタイムからのギターソロが聴きどころだと思っています。
12曲目がフライングハイです。インタビューでサイちゃんがスリル、オーダー、フェイトと同じテイストの曲とのことで、年配の方が好きそうな歌い方にしたと言ってましたが、私も年配なので確かにって感じです。今まで気づかなかったのですが、改めて歌詞を見てみたら、最後の歌詞が Seize the moment って言ってるんですね。ダイスと同じなんですね。で、私的には Come out 叫ぶところが好きなところです。13曲目がカタルシスです。私がこの曲で一番好きなところは 2B のちょっと早口な感じになるところです。歌詞も歌い方もめちゃくちゃ好きですね。ここのスピード感はアコースティックバージョンより通常バージョンの方が好みです。それでこの 2B のところって歌うと難しいだろうなと思っていたのですが、インタビューでサイちゃんは B メロよりも A メロが難しいって言ってましたね。そういうもんなんですね。で、この曲の醍醐味はやっぱりサイちゃんの1、2、3のところが珍しく可愛く歌っていていいですね。14曲目がブルーミングです。私的には現時点でも好きな曲トップ10に入る曲ですので、この曲が入っているというだけでこのアルバム買う価値ありと思っていました。ブルーミングについては個別に別動画でつぶやかせていただいているので、ここでは省略させていただきます。それで最後の15曲目がリンネです。このアルバムで一番激しい曲ですよね。イントロからいきなりツインペダルでバスドラ高速どこどこで始まって、すごい特徴的な民調のリフが入ります。意表をつくタイミングでハーモニクスが入るんですよね。この曲は私的には小畑さんのコーラスがめっちゃ好きで、Open Your Eyes と Close Your Eyes とかが交互に出てくるところや、イエーイみたいなフェイクがすごく効果的だと感じます。海外のリアクション動画とか見ていると、クリスチャンが多いせいか、リインカネーションという言葉にあまりピンときていないように見えますね。それでギターソロもめちゃくちゃ激しくて好きなのですが、そのバックで演奏されているリズムギターもめっちゃいい感じで好きなところです。小畑さんがコード弾き以外で演奏するのはこのリンネが最初かなと思いますが、違いますかね。ドラゴンクライズで初めて単音弾き練習したとは言ってましたが。で、最後の歌詞が Is Think or Swim Shut Up とかっこよく終わるのですが、カタルシスといい、小畑さんが水泳やっていたからか、オイグ系の歌詞がここでも出てくるのかって思いましたね。はい。ということで、カンカラについての超個人的感想でした。非常に短く、つぶやかせていただきましたが、このアルバムはいろいろな意味で転換期を迎えた感じのアルバムなんじゃないかなと感じています。今回は以上です。それではまた次回。